皆さんこんにちは、チースタジオです。よろしくお願いします。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで作ったカメラアイテムをお届けしています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。ということで今回はソニーの標準ズームレンズ FE24-70mm f2.8GM2 のお話をしようかなと思います。ちょっと今撮影で使ってしまっているので実際にはお見せできないんですが、このレンズは買ってから2年半ほど経つんですが、今でも私の手持ちのレンズの中で一番出番が多い一本です。今日は購入をしてから約2年ちょっと使い続けて感じていることをお話ししたいなと思います。実はこのレンズに関する動画は1年使った時点でのレビュー動画も出しています。なので今回はさらにその続編という形でスペックの細かいお話はちょっと控えめにして、この1年でどういった撮影をしてきたかというところを中心にお話をしていきたいなと思います。まず簡単にこのレンズの概要だけ整理しておこうかなと思います。こちらの FE24-70mm f2.8GM2 は2022年の6月発売のいわゆる第3元の標準ズームレンズです。重さは 695g で前のモデルからだいたい 200g くらいは軽くなっています。カスタムボタンとか絞りリングの操作系も充実していて、このあたりの詳しいお話は1年レビューの方でしているので、気になる方はそちらも合わせて見ていただけたらなと思います。で、ここからが今日の本題なんですが、このレンズで実際に何を撮ってきたのか大きく3つに分けてお話をしようかなと思います。まず一番出番が多いのが今このように撮影している YouTube の撮影です。私はこのレンズを ZV-E1 につけっぱなしにしていることが多くて、室内のトークはほぼこの ZV-E1 と 24-70mm の組み合わせで撮っています。YouTube の撮影の場合は三脚に固定をして撮ることがほとんどなので、撮影中に画角を変えることはほとんどないんですけど、例えばお部屋の中で撮影場所を変えたい時とか、背景に映したいものに合わせて少し調整したいなっていう時に、このズームで画角を微調整できるのがすごく楽だなと思います。以前は単焦点で撮ることもあったんですけど、その場合は例えばテーブル自体を動かさなきゃいけなかったりとか、画角の調整がちょっと大変だったので、今はこの 24-70mm の1本に落ち着いています。それからこのレンズは写真の撮影でも大活躍してくれています。去年出展したデザインフェスタではこのレンズにかなり助けられました。例えばポップに使う写真だったり SNS に載せる告知の写真とか EC サイト用の商品写真とか、このあたりはもうほぼこの1本で撮っています。商品の撮影だと例えば広角側で全体を撮ってから少し寄って質感を見せるっていう流れがレンズ交換なしでできるのが本当に便利だなと思います。作業しながら撮影する際にもレンズ交換などのことは考えなくてもいいっていうのがだいぶ助かるなっていう風に感じたのが2年使った実感です。そして3つ目が 3D プリンターでの制作過程の記録です。例えば 24mm の方で作業の机全体を撮ってちょっと寄って手元を撮る際にもこれ1本で完結するので、作業の流れを止めずに記録を残すことができます。完成品だけではなくて作っている途中の様子も残しておきたい私にとっては、この守備範囲の広さが一番の魅力かなと思います。先ほども少しお話はしましたが、なんでこのレンズばっかり使っているのかっていうところを考えてみると、一番大きいのは画角が自分の感覚に合っているっていうところなのかなと思います。24mm から 70mm っていうその画角が私が普段撮りたいものがだいたい収まる範囲で、構えた時に撮りたいと思った画角にすぐ合わせられます。この感覚は2年経っても変わらなくて、迷ったらとりあえずこれっていうような存在になってきている気がします。そして F2.8 投資なので室内でも明るさに困らないですし、写真も動画もこれ1本でいけるっていう安心感はやっぱり心強いなと思います。
そんな感じで簡単にお話はしましたけど、この2年半くらい使って不満とかはほぼないんですけど、正直言うと最近気になっているレンズもあって、何のレンズが気になっているかというと、以前動画でもお話をしましたが、1635の F2.8GM2 です。室内の撮影だと 24mm でもう少し引きたいなと感じる場面がたまにあるので、広角がもう少しあると嬉しいなって思うことがあるんですよね。でも使う頻度と予算を考えるとまだ悩んでいるところではあるのと、最近屋外で撮るときにもう少し映像に抜け感が欲しいなって思うことがちょこちょこあるので、逆に70-200の GM2 も気になっていて、これは以前持ってたんですけど、またそれを買い戻すかどうかをちょっと悩んでるっていうような感じです。はい、ということで少しお話は逸れてしまいましたが、今回は 2470mm の GM2 についてお話をしてみましたが、いかがでしたでしょうか。E マウントレンズで標準ズームを1本だけ選ぶのであれば、私は今でも一番この2470のレンズをおすすめしたいなと思います。特に写真も動画も両方撮る方とか、商品撮影とか発信用の写真とか、そういったところを考えると、いろいろ撮れるっていうところと描写のバランスがすごく合うと思います。ということで今回は 2470mm F2.8GM2 を2年使って感じていることをお話ししてきました。発売からちょっと時間は経っているレンズではあると思うんですけど、今でも私の中では一番頼りにしている一本です。皆さんの一番出番の多いレンズもよかったらコメントで教えてください。そして今1635と70-200もちょっと気になっているので、使っている方がいたらぜひ感想も教えていただけたら嬉しいです。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録いただけると嬉しいです。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。それから写真やものづくりに関する情報は SNS でも随時発信していますので、よければそちらもフォローいただけると嬉しいです。今後も写真や制作の裏側などをシェアしていきますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。